サバイバル生活24日目、ついに念願の拠点に暖炉を作ることができたマサル。大量の鹿のもも肉をお腹いっぱい食べることができた。そしてついに寝袋なしで寝るという目標に挑戦。寝袋なしで寝ることができれば実際に遭難しても睡眠が取れるということだ。果たしてマサルは寝袋なしで寝ることができたのか。おはようございます。25日目。さすがに寒くて目が覚めましたね。ただ日が昇るところまでね、普通に寝ることができたんで、寒すぎるけどね、バチクソ寒いんですけど、一応は目的達成ですね。昨日は夜がね、あったかかったとはいえ、あまりにも寒いですね。さて、イノシシね、いきなりかかってるなんてありえないと思いますけども、一応見に行くことは義務なんで、見に行きましょう。でも、3時間しか寝てないからな。はい、これが昨日仕掛けたとこですね。なんか食ってますね。鹿かな。はい、改めましては25日目。3時に寝て6時半に起きたんで、3時間半ぐらい寝てたんですけども、正直ね、体が芯まで冷え切ってました。昨日の気温、でも4度でも3時間半耐えれる拠点が作れたっていうのは素晴らしいことだと思います。何が素晴らしいのって思ってる人は結構いるんじゃないでしょうか。確かに4度って服を着てたらそんなに寒い温度ではないもんね。ただ同じ温度でも岩や地面に体を押さえつけるとなると話は変わってくる。100度近いサウナには5分耐えれる人がいても、100度に熱された鉄を5分間持つのは全く違うのと同じように、地面は空気の何十倍もの速さで体温を奪っていく。気温が4度なら1時間もせずに低体温症の症状が出てきてもおかしくないのだ。そんなこんなでですね、すごい地味ではあるんですけど、3時間半寝れたっていうのはものすごく大きな一歩なんです。で、今何をしてたかというと、もう体が芯まで冷えたんで、今日はね、結構晴れてるんですけど、ほら、今日はね、結構晴れてるんですけど、日向でしばらく歩いて、体を温めて、その後、4時間ぐらい寝てました。1時です。今日はね、何をしていくかと言いますと、蚊帳で屋根の隙間を埋めていきます。暖炉の隙間をね、粘土で塞ぐとか、もうありなんですけど、正直ね、昨日寝た感じ、部屋の中があったかくなるっていうことは全くなくて、暖炉にね、背中を向けて寝てたんだよね。背中だけあったかいみたいな、そんな感じなんで、なるべく外に出る空気をなくしていこうと思います。ではね、やっていきましょう。さて、どんどん蚊帳を買っていきましょう。ちなみにですが、マサルはこのサバイバルで蚊帳アレルギーだということが発覚しました。もうね、体中がかゆい。これを触るだけでめちゃくちゃかゆいんです。普段でしたらね、最悪もう風呂に入ろうって思うんですけど、風呂ないですよね。髪はね 2,3 回洗いましたけど、あんな極寒の川に体をつける勇気はないです。なぜならこれだけ物を持ち込んだのにタオルを持ってきていないからだ。こんぐらいだったらいいか。とりあえずどれぐらい必要になるのか分かりませんから、人間 1.5 人分ぐらいですかね、切ってみました。体感としては重さは10キロ前後でしたね。で、後で調べて驚いたんですけど、かやぶき屋根ってどんぐらいかや使ってると思います？なんと10トン以上使ってるみたいです。さて、たった10キロで足りるのでしょうか。さて、大量に集まりました。もう俺と比べてもめちゃくちゃすごい量です。ではね、これを縛っていきましょう。とりあえず10本縛ってみて、10本かけてみましょう。無限にあるな。同じぐらいの長さの蚊帳を束ねて縛っていきます。これをですね、二重三重にかけていけば、かなり空気の逃げ場はなくなることでしょう。それではここから地味な作業が続いていきます。このロープ弱いからな、気をつけないとな。よし、意外と結べた。時間が許す限りこの束をひたすらと作っていきます。なんか変な木が入ってんだよな。あと長すぎるやつもある。はい、2本。
よいしょ。もうちょっとロープ長くした方がいいかもな。こっからは同じ作業の繰り返し。束ねてみると意外とコンパクトになってきました。よし、とりあえず10個縛りました。一旦左の方をかやぶき屋根にしてみましょうか。とにかくですね、この一番奥の場所がですね、木がなくて超寒いんで、奥からね、結んでいきます。足場があまりに悪い。それもそのはず、マサルが今立っているところは、掘った際に出た土砂が積もったものに他ならないのですから、地盤は不安定で歩くたびにボロボロと崩れていきます。反対側から行った方がいいな。変な場所を踏めば土砂崩れが起きる。掘り起こした土砂の上は一瞬も緊張が抜けないのだ。右側の木は結ばれておらず、ただ立てかけられてるだけです。まだ一個も結んでないですからね。まさかちゃんと結ばずにサボったことが吉と出るとはね。思ったより結構塞げてるじゃん。これはいけるんじゃないか。とりあえずどんどん藁を立てかけていきます。なかなかいいんじゃないですか。下の方の隙間に目をつぶれば結構いい感じ。ちょうど10個じゃん。はい。ではですね、若干の、こういう隙間はあるものの、あれはすぐ塞げるんで、一旦置いときまして、左側はですね、だいぶ隙間を埋めれましたんで、これでかなり風と雨をしのげるようになると思います。で、問題はね、こっち。今ちょっと組み立ってるんですけど、多分ここ穴開いたまんまなんだよね。ちょっと組み立ててしまってるんですけど、ここに木を1本這わせて、で、ここで、固定しまして、で、ここもですね、茅で覆っていこうと思います。で、おそらく茅がね、下まで届かないんで、その場合は、さらにね、ここに木を1本這わせて、また下に敷いていこうかなと思ってます。どこまでできるか。ちょっとイノシシの仕掛けしに行きたいんで、1時間でどこまでできるかやってみます。シェルター作りなんて、今時スマホを見れば、すぐに正解が見つかるだろう。なのになぜ調べない？それはマサルが愚かだからに違いない。そういうコメントが多く寄せられてきたが、しかしそれはマサルからすれば、攻略本を読みながらゲームをしてるようなもんだ。ゲームってさ、クリアするまでの過程が面白いんじゃん。長さ足りなかったかも。この1ヶ月サバイバルで伝わってくれた人が数人だけでもいたらね、俺は満足です。よし、これでだいぶ風が防げるぞ。ちょっと長えな。ちょっと長すぎるな。切るか。ちょっとね、下を切りましょう。いい感じじゃない。かなり。さっきまでの空洞とは大違いです。うまくいきました。いやでもかなりこれで昨日よりは絶対あったかいはず。右側もやっちゃうか。ここでだんだんと入り口が低くなってきました。たった3本の木でできた支柱がこれだけ大量の木と大量の藁の重さに耐えられるか考えていなかったのです。やばい。あまりにもの藁の重さでせっかく作った家が崩れかけてる。無駄なあがきをしてみるとしましょう。もうこうなるんなら最初から言っといてくれよ。あと一歩で拠点完成だったんで、もうめちゃくちゃテンションしてますね。さすがにここまでやってきてこれは悲しすぎる。間に合え。もうどうやったらいいかわかんないよ。これでいけたの？やばくない？くそー！今日かなり仕上げる予定だったのにな。
まあ新たに一つデータが取れましたね。普段ちょっと疲れてもこんぐらいの失敗だったら、まあ特に何も思わないんですけど、まあ心が折れました。完全に折れた。まあ煙突が作れた嬉しさでテンション上がってなんとかやってましたけども、しっかりメンタルには来てますね。まあしっかり体はボロボロなんだなと再認識しました。まあ昨日3時まで起きてたんでね、もう今日普通にもう寝ようと思います。ということで25日目でした。